I grew up in a small town called Buma, South Sudan. We did not have no food, we did not have no clean water. My parents had to go hunt for food. There was a lot of other tribes that would come and steal my father's cattle. It was a rough life. Hello, everyone. How you doing? Shortfilm Festival in Asia, another great online event for you. I'm DJ John, and we'll get started. We're taking a short film trip to South Sudan. 皆さん、こんにちは。DJ ジョンです。本日もよろしくお願いします。最後までお付き合いよろしくです。これから約1時間半、JICA 横浜主催のイベント、ショートフィルムトリップto南スーダンを実施します。さあ、JICA とは、Japan International Cooperation Agency の、略称で、日本語では独立行政法人国際協力機構と言いまして、日本の政府開発援助 ODA と一元的に行う、実施機関として開発途上国への、国際協力を行っております。本イベントはショートフィルムを通して途上国の多様な文化や世界観に対する理解を深めることを目的として実施しております。今年の3月に開催した JICA 横浜×ショートショートオンライン上映トークイベントショートフィルムトリップtoモロッコに続き JICA 横浜さんと2回目のコラボレーションイベントとなります。モロッコのイベントも本当にね、いい感じで盛り上がって、本当にモロッコに対しても知らなかったことをたくさん話をできることができまして、皆さんぜひ今日の南スーダンのお話も楽しみにしていただきたいと思います。で、今回は南スーダンにフォーカスし、南スーダンのドキュメンタリーショートフィルムを上映します。これも本当に素敵なドキュメンタリーなので、ぜひぜひお楽しみくださいね。我々映画祭、ノンフィクション部門ってありまして、本当に世界各国からのいろんなね、ジャンルやスタイルのドキュメンタリーが毎年送られてくるんですよね。で、これが2019年に作られたドキュメンタリー、ぜひお楽しみに。で、トークセッションでは、JICA 職員の方や南スーダン出身の留学生の方に参加いただき、南スーダンの文化や生活を学んでいきたいと思います。みんなでいろいろ勉強しましょう。で、さらにイベント後半には、スペシャルゲスト、なんと東京オリンピック2020陸上男子1500メートルに南スーダン代表として出場したグエム・アブラハム選手が登場します。いや、僕ちょっとね、楽しみです。多分初めてオリンピック選手と話すチャンスなので、本当に皆さんもね、どしどしなんか質問あったら送っていただきたいと思います。また YouTube の概要欄にはアンケートフォームをご用意しておりますので、イベント終了後、アンケートのご協力をよろしくお願いします。我々毎年6月に開催している本イベントも、映画祭も、本当にたくさんの皆さんにアンケートを書いていただいて、我々は毎年全アンケートに目を通してますので、ぜひぜひ皆さんのご意見、ご感想を教えてください。よろしくお願いします。それではまず、本イベントの主催者の JICA さんより JICA 研修業務課長の西野入由美子さんにご登場いただき、開会挨拶をお願いしたいと思います。今日は西野入さんとジョンはブルーで衣装を決めております。ではマイクとキャメラオンされてますね。西野入さん、今回もよろしくお願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。ご紹介いただきました JICA 横浜センターの西野入と申します。ブルーというこれもアフリカのモザンビークというところの服になります。はい、それではですね、本日ショートフィルムトリップto南スーダンにご参加いただきまして本当にありがとうございます。JICA から一言ご挨拶をさせていただきます。このショートフィルムで旅をする映画鑑賞会は今回で2回目となります。私たち JICA 横浜センターで受け入れて日本の大学で学ぶ留学生と一緒に、彼らの出身国の様子を皆様にお伝えしたく企画しています。今日はですね、アフリカの南スーダンへの旅になりますが、素晴らしいゲスト、今ジョンさんがご紹介いただきましたが
お迎えしてますので、南スーダンのご紹介はゲストの皆さんにお任せすることとしまして、私からはですね、来週アフリカのチュニジアで開催される JICA アフリカ開発会議について少しご紹介させてください。この国際会議はアフリカの開発をテーマとして日本政府が1993年から開催してきています。今回で8回目、世界がコロナを経験して初めての開催となります。今、アフリカを含む世界はコロナだけでなく様々な課題に直面していますが、日本は常にアフリカにとって信頼のできる共に歩むパートナーであることを示す場であると考えています。実は前回は3年前、2019年8月にここ横浜で開催されまして、アフリカからは53カ国、そしてアフリカの開発を支援する52のパートナーの国々、そして108の国際機関、さらに民間セクターや NGO の方々など1万人以上の皆さんが参加した大変大きな国際会議となりました。今年は残念ながらコロナのためもありまして、アフリカで実際には開催されますけれども、ほとんどが日本国内ではオンラインのサイドイベントとなっております。アフリカに触れてアフリカを知るとても良い機会になると思いますので、ご関心のある方はぜひ、外務省や JICA のホームページをご覧ください。ご挨拶を終える前に、アフリカではないのですが、少しJICA横浜のご紹介もさせてください。こちらにはですね、海外移住資料館という、施設を、有しております。ここ横浜港は、約150年前に日本からハワイや中南米に、移住するために移住者の方々が出発した地となっております。この移住資料館、今年で20周年を迎えますが、今回、リニューアルをしまして、4月にオープンをいたしましたので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。はい、そうしましたら私からは以上です。ぜひ南スーダンへの旅をお楽しみください。ありがとうございます。西野入さん、ありがとうございました。前回3月のイベントでは、今まだちょっと工事とかやってるんで、やっと4月に終わったんだね。はい、はい、もうオープンしておりますので、ジョンさんもぜひいらしてください。行きます。どうですか、出来上がって。はい、やはりですね、この20年間にいろいろな国内でも動きがありましたので、そういった日本国内での、移住の方々が、子孫の方々が戻ってきてですね、どういったことをされているかということも含めて、今、展示を展開しておりますので、ぜひお立ち寄りください。わかりました。ありがとうございました。後ほどまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではカメラをオフにしていただきたいと思います。マイクもオフにしてください。JICA 横浜の西野入さんでした。ありがとうございました。さあ、この本イベントはJICA さんと共に開催するショートショートフィルムフェスティバルのアジア、毎年6月に東京都内の、各会場で、あとオンラインでも開催しておりますアジア最大級の国際短編映画祭で、毎年約120の国や地域から、今のところコロナの影響もありまして、約6000本以上のショートフィルムが集まってきます。で、今回はこれまで出会ってきたショートフィルムの中から、ショートフィルムトリップto南スーダンということで、南スーダンが舞台の作品を上映します。で、YouTube コメント欄では南スーダンに関する質問を募集しておりますので、皆さんぜひ送ってくださいね。集まった質問には、こちらの方々にお答えしていただきたいと思います。南スーダン出身の JICA 研修員のお二人、ゴラ・エドワードさんとガラ・ロバートさんです。Nice to have you guys join us. Gora-san and Robert, please turn on your camera and your mics and join us. Thank you. Thank you. There we go. Hey guys, welcome. Hi, thank you.
Nice to have you here. So if we can start with maybe Gora-san, please say hello and introduce yourself. Yes, hello everyone. My name is Emmanuel Gora. I'm a JICA scholar under development study program. Currently pursuing my master's degree at Yokohama National University in public policy and governance. It's a pleasure to be here, and it's a pleasure to watch a short video on a country that we all love, South Sudan. Thank you very much, everyone. Thank you, Manuel. イマヌエルさんはもちろん南スーダン出身で、今横浜国立大学で修士後、もう本当にすごい勉強しているのは当然なんですけど、そのためにいわゆる留学しているイマヌエルさんです。So thank you, Manuel. Thanks for joining us. And Robert, how about you? Can you say hi and tell us a little bit about yourself, please? Hi, everyone. My name is Gala Robert. I'm from South Sudan. Currently, I'm in Yamanashi, JICA scholar pursuing my master's degree in River Basin Environmental Science, Yamanashi University. It's a pleasure to be with you and participate in this short festival event. Nice to meet you all. Thank you very much. はい、皆さん本当にお会いできて嬉しいって言っていただいているロバートさんですが、今山梨大学で同じく修士号の勉強を行ってますね。So Robert, what's your impression of Japan? Yeah, actually, this is not my first time in Japan. I've been here several times, so I like Japan so much. It's one of the developed countries, and we are learning a lot from their experience in how they actually develop their country. And we hope that we can replicate what they are doing in their country, in our new country, so that we can build our nation and bring it to the standard where Japan is now. Excellent. ロバートさんは実はもう何回も日本に来ておらっしゃいまして、で、今一生懸命勉強して、ここで学んだことを南スーダンに持ってって、そっちでいわゆる開発に向けて活躍したいということですね。That's wonderful, Robert. Thank you very much. And Emmanuel, what about yourself? What's your impression of Japan? My impression is just in a short form. Wow, it's a new thing for me because it's my first time to travel overseas and to experience such a modernized culture, and the people here in Japan are so loving. And to be a South Sudan tall, I always get the impression of, wow, you're too tall. And it's actually a very, very wonderful experience. As my colleague Robert say, we hope that we can be able to copy and paste some things that we can gather from here and take back home that will benefit the community back in South Sudan. It's a wonderful experience to be in Japan. That's great. Thank you. で、イマヌエルさんにも日本に対してのご感想を聞いたんですが、一言で言えば Wow っていうことですよね。もう初めて日本に来て、どんだけ日本がモダンな国なのか。もう本当にもうそれにもう感動しまして、で、ロバートさんと同じく日本で学んだことをやっぱりサウススーダン、南スーダンにまた持って帰って、いろいろその国のために頑張っていきたいっていうことですね。で、よく自分が背高いので、よく日本の皆さんにも初対面とか見られた時にはワオって言われるみたいなんですよね。So thank you very much both of you and thanks for joining us. And we will continue now. で、南スーダン共和国は2011年にスーダン共和国から独立してできた世界で一番新しい国なんですよね、実は。で、本日は南スーダンに関して JICA 調達派遣業務部派遣業務第2課課長補佐の苗村和正さんに詳しくご紹介していただきたいと思いますので、苗村さんにご登場いただきたいと思います。カメラとマイクをオンにしてください。苗村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。JICA の苗村と申します。私、2017年の、5月からですね、つい最近、2022年の6月の下旬まで、南スーダンで勤務をしていました。で、勤務当初ですね、2016年に起きた騒動の影響で、南スーダンには入れなくて、隣のウガンダ事務所から南スーダンの、援助を行っていました。で、2019年の8月に南スーダンに入れるようになりましたので、南スーダンで勤務を行っていました。で、事務所でやっていた担当業務としては、事務所内の運営ですね、総務とか経理とか、あとは技術協力のプロジェクトをやっていて、お水、給水ですね、とか廃棄物のシステムを作ったりとかですね、あとテレビ局が1局だけあるんですけれども、そこの協力とかをしていました。で、もう一つ、研修、南スーダン、いろんな国から日本に研修に来るんですけれども、南スーダンの研修の送り出しを担当しておりまして、で、今日出ているお二人ですね、ロバートさんと、エドワードさんですね、覚えてないと思いますけど、私、二人の面接もして送り出しをしています。で、南スーダンについてですね、簡単な、動画を用意していますので、そちらをご覧いただければと思います。では、すいません。動画の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では、動画見ましょえ、背高っ。かつて世界一背の高い民族がいると言われた国です。どこの国？ここです。南スーダン共和国。というわけで、みんなが知らない南スーダン共和国のこと教えます。JICA アフリカ部アフリカ第1課国吉大将です。まずは基本情報。南スーダンはここ。人口1119万人。日本の約10分の1。面積は64万平方キロメートル。日本の約 1.7 倍。驚異の湿地とサバナが育む世界でも有数の野生動物の宝庫。そして60以上もの民族が暮らす国。へえ。民族間の争いとかないの？はい、動画の前半を見ていただきました。苗村さん、ありがとうございました。苗村さん、どうなんでしょう。やっぱりインフラが一番必要なんですかね。どんな感じでしょうか。はい、もう何もかもないという言い方が当たってるかどうかはわからないですけれども、水道はあるんですけれども、国としてだいたい2000世帯だけしか水道が出ません。しかも毎日水が出るわけではなくて、夜の間だけとか、一部の時間しかないですし、あとゴミの廃棄も全然できてませんので、道歩けばペットボトルだらけですし、あと舗装道路も全国全土の数%しか舗装がされておらず、あとはもう雨が降ればぐちゃぐちゃになったりとか、もう今国に対しては何をやっても喜ばれるというようなインフラの状況になってます。まあ便利で楽な日本に住んでいる皆さんとしては想像できないところもあると思うんですけど、やっぱりこういうふうにこういうイベントを通して皆さんに南スーダンのことをもっと知ってもらう。そこからなんか興味とか関心があったらもっともっとそれにもっと進んで国のためになんかできることがあったらっていう感じになってほしいですね、本当に。はい、ありがとうございます。はい、もう少し良くなってくれればと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ後ほど動画の続きの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ではマイクキャメラをオフにしてくださいね。さあそういうことなんでしょうね。で、南スーダンを舞台にしたショートフィルム用意してあります。
No Limits という作品なんですが、ゴランさんとロワさんには上映後にも再度ご登場いただきますのでよろしくお願いします。So, Gora and Robert, Manuel, we will have you join us after the short film, which we're going to show now. And so please turn off your mic and your camera. ナイムラさんもありがとうございました。マイクとカメラをオフにしてください。さあ、これから皆さんにご覧いただくのは、ノーリミッツ南スーダンで発足された間もない車椅子バスケットチームのコーチを務める2人のドキュメンタリー作品です。で、YouTube コメント欄に作品をご覧になった皆さんにいろんなコメントとか質問もアップしていただきたいのでお待ちしてます。どしどし送ってくださいね。で、上映後に2人に登場していただいていろいろ話をさせていただきたいと思います。ではご覧いただきましょうか。Short film trip to 南スーダン This is No Limits. Take a look. はい、2019年のドキュメンタリー No Limits をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。いや、映画の中にあったマラットの一言が本当にもうすごく心に響いたのは Sports is always going to unite people。もうスポーツはいつも、人々人間を一緒にする、一つにする、結束するっていう素晴らしい一言もあったんですよね。で、マラットも今回のゲストの2人、研修員の2人と同じくですね、国を出てその違うところで学んだことをまたサウススーダンに書いてそれを活かせたいっていう一言もあったんですよね。本当に素晴らしい作品でした。2019年の No Limits。で、ここでまた研修のお二人に話を聞いていきたいと思いますのでご登場いただきましょう。So, welcome back, Emmanuel and Robert. If you can turn your mic and camera on, please, and join us after we saw the wonderful documentary No Limits. What do you guys think? What did you think of? So we'll start with Emmanuel. What did you think of the film? The film is inspirational, like it's inspiring, and at the same time, it's emotional. It's inspiring in a way that no matter what, if you have the desire, you can achieve it. There's no limit. And Malat actually shows that in the video that he has the inspiration to achieve something in basketball. And it's good that he went to US and learned and bring back what he gathered in US to help his people in South Sudan. It's emotional at the same time that we can be able to ask if we have enough hospitals, will Malat find himself in the wheelchair? Or if we have enough sport facilities in South Sudan, will Malat have to travel all the way up to United States to put his skills or his desire in sport? This is so emotional to me. And at the same time, as Nelson Mandela said, quoting the video, that sport can unite. And it's true that in South Sudan, we are a very divided nation in terms of political and culturally. We are so divided. And whenever we find ourselves united, based on my experience, it's when we are in sport. For example, if you take a survey in the social media, we are one united because our basketball is doing so much better in Africa. And even back home in South Sudan, when you want to realize that South Sudanese are united, you just go to Bullock Playground. You will find that they are not divided actually, but they have something in common that unites them, and that is sport. And actually now it is our responsibility to be able to identify these aspects that unite our people, and we can be able to invest more in sport, because there is unity in sport. And once there is unity in sport, that means we can be able to unite the whole country under one umbrella. I think this is my take in from the video. Thank you very much. Well, thank you very much.
you guys remember that I have to translate, so give me a block at a time, okay? But good job. No, you're absolutely right. マイネルソンは非常にもうこれを見て感情的になったし、非常にインスパイアされたんですよね。その考えさせられるのは、いわゆるスーダンを出て、いわゆる医療機器とか、あとスポーツの施設とか、スーダンにはないんですよね、南スーダンにはあんまり。ですので、一旦出ないと、そういうとこには、当たり前のとこにはアクセスできない。で、ネルソン・マンデラ氏も言ってた、スポーツはみんなを結束する、一緒にするっていう一言あったんですけど、南スーダンは、マリさんに言ってる通り、いわゆる分裂されてる国なんですよね、民族的にも。で、あと内戦とか紛争、情勢が続いてるので、非常にもう分裂されてる、とにかく分裂されてる国なので、スポーツを通してみんなが一緒になる。例えば SNS でも、ソーシャルネットワークでも、一番盛り上がっているときは、南スーダンのスポーツチームが活躍しているときに SNS もすごく盛り上がるんですよね。ですから、その南スーダンの新たな一緒になった結束したアイデンティティはひょっとしたらスポーツを通して得ることができるかもしれないという素晴らしいコメントいただきました。Emmanuel, thank you. Robert, what about yourself? What did you think of the film? Yeah, thank you very much. I can say, yeah, the film is inspiring. It's emotional, as Emmanuel said. But what I wanted to say that, of course, so many youths has gone through what Malek has gone. But the difference is that Malek is able to, change, his weakness and his challenge into an opportunity, and manage to, use his skills to contribute, to development of the nation. So whatever skills you have, whether it is little or small, if you can use it, to motivate others and, encourage them to, to go ahead, I think it's very incredible kind of thing. So I really urge, because so many guys also, they have gone out and got skills, but they did not get an opportunity to go back to the country and, participate in the development of the nation. So I really recommend and encourage those who have the ability and have, even if it's small skill, that you should also go back and show what you have and contribute to the development of the nation. So this is what I can. Yeah, you're very right about that. It's very important that they show it in the movie, and you realize that is to use whatever skills you can. In Malat's case, it was basketball, wheelchair basketball. But like yourself and Robert and Manuel, both of you have come to Japan to master something, to learn something, so you can take it back to South Sudan. And this was exactly what Malat did in the film, like you said. So it's very, very important, I think, that you bring up that point. で、同じくですね、これを見て非常に感情的になったっていうのは、今、南スーダンの若者がマラットみたいに、何か知識がある、何かうまくできることがある。それを例えば一旦海外に出て、もっともっとそれを磨いて、いろいろ学んで、南スーダンに戻って、それをまたその国のために活用して、国がもっともっともっといいところになる、皆さんがもっと平和で楽な暮らしをできる努力をするチャンスさえないんですよね。若者たちにも。ですからこういう映画を通して、そしてお二人の活躍を通して、もっともっとサウスーダンに学んだこととか、違う国で得たものを持って帰って、そこでまたそれをうまく活用したいというメッセージが非常に強かったって言ってるんですよね。One of the things that struck me when I talked to you and when I watched this is that
the country has gone through so much conflict and civil war, and there's a lot of division. I see that in Sudan, there are at least 10, 15 different languages spoken, right? I mean, that seems just incredible to me. In Japan, you speak Japanese and maybe a little bit of English. In America, you just speak English. So to be in a country where where there's so many languages and cultures, was that kind of a shock for you to come to Japan and see Japan the way it is? Let's start with Emmanuel. What do you think about that? Oh, wow. I think it's a good question. But actually, we are culturally rich and diverse nation. We have 64 tribes, and all these 64 tribes speak different languages, different traditional dance, and actually we have our delicacies, different delicacies in all these 64. We are so rich. Let's say we are far better than Japan in that term. But no, that's exactly right. And let me do that so far. That's perfect. で、イバイルさんは、確かにそうなんだけど、逆に我々南スーダンではまず64組の民族がいるんですよね。ということは64の言葉、64の、いわゆる踊り、64のカルチャー、食べ物があるので、我々はそのカルチャー的、文化的には非常に恵まれている国だっていうことを言ってました。その通りですよね。日本はもう日本の文化しかないので、そういうやっぱり考えもあるんですよね。That's exactly right. Wow, you bring up a great point. Like you say, it's so rich. And I really get that impression watching and reading about South Sudan. And Robert, what about yourself? What do you think of Japan? We have one language, and yeah, what's your reaction to that? Yeah. I totally agree with you, Emmanuel. It's not only that we have a diverse cultures and traditions, but it's also some kind of like we are rich with our cultures, and that gives us, that we like our cultures. We have different cultures and different traditional dances. So whatever there is and festival, so you go to that festival knowing that you will see kind of different things. But in Japan, when there's a festival, you only see the same thing. And that's the only difference. You can find the same thing and the same language. Right. But there you can find different languages, different dance, different cultures, different traditional wares. So like you really enjoy. So this is maybe the only difference with Japan. And the advantage here in Japan that because it is one language, so everybody speaks the same language. Mm-hmm. But in South Sudan, so you expect to go in a place where you will not understand that language, and you maybe need to translate or something like that. But the good thing is also like, although we have different languages, but there's one language that is locally used everywhere that everybody can understand, whether you call it local Arabic or Arabic Juba or Arabic Wow, something like that. So that local Arabic, everybody understands that along everywhere in the country. Right. Yeah. That's interesting too. Thank you so much. そうでロバートさんもエマニュエルと同じくですね、いわゆるいろんな文化、いろんな民族があるこそ非常に我々は文化的には恵まれている国で、大きな違いはやっぱり日本の例えばお祭りに行くと、もうそれはもう日本独特の祭り、日本語喋られてる日本のいろいろね文化的なことがあって、で例えば南スーダンのフェスティバルに行くと、もういろんなカルチャー、風の言葉が混じってるので、そういう意味ではもう本当に価値のある国の文化の事情という感じって言ってるんですよね。で、確かにたくさんの言葉はあるんですけど、地域ごとにはその共通の言葉みたいなのがあるみたいなので、
64の言葉あっても、地域によってそれほどじゃないっていう感じなんですよね。God, this is great. I have a couple of questions from our viewers. So let's see what kind of thing they want to ask. Okay, this is a good question. It's very basic, but to come to Japan from South Sudan, how many hours did it take from South Sudan to come to Japan? How long does it take? Start with Manuel. Thank you. It's a good question, and it's a long flight. It took us almost the whole one day, 24 hours, let's say, yes, because we have to take a flight from Juba and then go to Ethiopia, then wait in Ethiopia. Then from Ethiopia we took at around 4 a.m. and then we arrived in Japan at 5 p.m. Yes, it's a long journey, and for a tall person like me, it was very stressful. because now you cannot stretch your leg and tired. It was a very long journey, but at the same time, it is a very nice experience to have a long trip to Japan, and that motivation. You are going to see a well-developed country, and you are going to experience different culture. That motivation alone will not make you to feel the tiredness. You only feel the tiredness after you settle down. Yeah. 今成さんはとにかく長い旅でした。約丸1日24時間というのは南スーダンのジュバという町の空港からエチオピアに、でエチオピアから日本までは、朝の午前4時に出て日本に着いたのが午後5時だったので、丸1日かかって、で私みたいな背高い人間としては非常に辛いところもあるんだけど、初めて日本来るそのワクワク感があって、そういう意味ではちょっと疲れが和らいだっていう感じだったんですよね。Robert, how about yourself? What was your journey like from South Sudan to Japan? Yeah, actually, as Emmanuel shared, it is a long journey. But because I've been here several times, so I really enjoyed it. And also the length of the journey depends on the route that you are taking. So sometimes you will go for a very long route that takes you a lot of time. And sometimes you can get also a straight route that gives you a shorter time. But the most shorter time is not less than 13 to 15 hours, actually. So it is still long. Still long, so, yes. Yeah, so it depends Absolutely. on the route that you are taking to come to Narita. Right. で、ロバートさんも、いや、確かに長い旅なんだけど、それはルートによるんですよね。運よくブッキングできたら、もうちょっと直線のルートで、でも13時間、15時間ぐらいのフライトなので、とにかく長い旅時間っておっしゃってます。Thank you both very much. We're going to, I'm sure, get more questions, but right now we're going to go back and talk to Naomura-san and find out a little bit more about South Sudan. So if you guys can just turn off your mics and cameras for now, and I'll call you back and we'll have more talk, okay? はい、ということで、ここでですね、再び内部構想について内村さんにちょっと話をまたお伺いしたいと思います。で、皆さんどんどんぜひぜひ質問をもっともっと送ってくださいね。これすごくいい質問なんですよね。この日本に来るのはどのぐらい時間かかったのか、どんな質問でもいいのでどんどん送っていただきたいと思います。さあ、内村さんにご登場いただき、お話を聞きたいと思います。内村さんよろしくお願いします。カメラマイクをオンにしてください。そして南スーダンについて引き続きよろしくお願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、スポーツの話が出てましたけれども、構想、民族間の構想をずっとやってます。で、民族は、遊牧の民が多くてですね、牛をよく飼っているんですけれども、
牛をめぐった戦いが、それが民族の戦いになって、やったらやり返す、やったらやり返すの繰り返しで、大きな戦いになっていると。昔は素手でやってたんですけど、今、鉄砲とか持ってて、ボコボコやるだけではなく、それでもう人が殺して死んでしまいますので、そういったことで戦いが大きくなってきています。で、JICA としてはですね、そういったその戦い、同じ戦うのであれば、スポーツを通じて戦って、そうすると異なる出身地域とかですね、民族であっても、戦った後に平和になれるっていう効果もありますし、2016年からですね、スポーツを、JICA が支援をしようということで、国民結束の日、ナショナルユニティデイという協力を行っています。で、大会のテーマは Peace and Cohesion。平和と結束というところで、2016年からやっていてですね、全国から人を呼んで、首都でスポーツ大会をやると。で、その間、後でご紹介差し上げますけれども、みんなその間は合宿をして、知らない地域の人たちとも仲良くやっていきましょうというところをやっていますので、そういったところで、後で、登場する、アブラハム選手もこのナショナルユニティデーの出身者で、オリンピックに出場するという、綺麗な形ができていますので、そういったところの協力をしているというところで、そのあたり、また動画にしてありますので、動画の方をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。民族間の争いあります。大問題です。民族問題。南スーダンは長きにわたって内部での争いが繰り返されてきたスーダンから独立。世界で最も新しい国です。しかし2013年、大統領と副大統領が権力対立。それが彼らの出身民族に波及しました。そして政府軍と反政府軍との衝突により、若者たちはその最前線に送り込まれ、多民族を攻撃することになったのです。同じ国の中で深刻な問題だね。民族同士が争わないようになる希望の光ってないのかな。希望の光、実はあるんです。それはスポーツ大会。なんと2016年から全国スポーツ大会を始めたんです。南スーダンの青年スポーツ省は国民結束の日に全国スポーツ大会を開催。スポーツを通じた平和促進の取り組みを実施していて、JICA も2016年から協力しています。そしてここがすごい。全国から集まった民族の選手たちは競技会場だけでなく共同宿舎で多くの時間を共有します。そうすることで交流が活発となり、おのずと相互理解を深めていきました。さらに全国スポーツ大会では女性と障害者も大会に参加。南スーダンでは内戦で身体障害を負った人々も多いのです。全国スポーツ大会は女性や障害者がスポーツを通して能力を発揮できる大切な場所であり、南スーダンの社会での活躍のチャンスをつかむことができる重要な場です。やっぱりスポーツにはすごい力があるんだね。でもね、南スーダンにはまだまだ乗り越えなきゃいけない問題があるんです。国の中での争い。そんな南スーダンの問題に向き合っている人がいました。国民結束の日の実施機関である青年スポーツ省のエドワード局長はこんな言葉を残しています。スポーツを通じて人と人とをつなげ、国民の結束を高めたい。スポーツの力で民族融和を目指す南スーダン。前に進むためにできることは何だろう。さあ、一緒に考えてみよう。はい、内村さん、映像ありがとうございました。内村さん、ここでまた、マイクとカメラをオンにしていただいていいでしょうか。スポーツの力っていうんですかね、我々映画祭では、映像の力っていうものもあると思うんですけど、
南スーダンではどうなんでしょう。例えばサッカーとか、ヨーロッパ、アフリカでは結構盛んで、好きなファンが多いと思うんですけど、南スーダンでも、サッカーリーグみたいなものってあるんでしょうかね。内村さんいらっしゃいますか？いました。はい。はい、サッカー、やってますね。立派なプロっていうあれではないですけれども、はい。草サッカーみたいな、サッカー、ボール1個あれば、みんな集まってきますし、はい。大きな、サッカー場もですね、FIFA の援助で、多分今年新しくリニューアルするところがあると思いますので、そこでサッカーやったりとかしています。はい。ですから、例えばスポーツで、結束っていうのはすごい難しいことかもしれませんが、ちょっとでも徐々にその分裂が縮まってくれればいいんじゃないでしょうかね。おっしゃる通りだと思いますね。はい。少しでも相手をこう認めるというか、一旦話してしまえばみんな仲良くなれると思いますし、彼ら非常に人懐っこい人たちですので、どんどんそういった輪が広がっていけば、平和になっていくと思います。内村さん、ぜひぜひこれからもどんどん南スーダンのために頑張ってください。活躍してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあここで一旦またカメラとマイクをオフにしてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、本当にスポーツの力、すごいものだと思うんですけど、ここでスペシャルゲストをいよいよ紹介していきたいと思います。東京五輪南スーダン代表、Guemアブラハム選手のまずプロフィールをちょっと簡単に紹介しましょうか。1999年、生まれ23歳です。で、1500メートル南スーダン記録保持者です。で、スポーツを通じて人類の結束を感じ、その使命のため、チャンスを求める、走り続ける方なんですが、2024年、パリオリンピックへの出場を目指しております。で、先ほど内村さんからのご紹介もありましたが、国民結束の日に2016年に参加し、2019年に東京五輪を向けて、南スーダン選手団として、群馬県の前橋に来日してトレーニングを開始しました。で、オリンピック開会式では、なんと南スーダン選手団の旗手を務めた選手です。で、先月の世界陸上に参加された選手で、そんなアブラハム選手が実際に競技をしている映像があるので、まずそちらの方をご覧ください。VTR どうぞ。グエム・アブラハム選手。オリンピックや世界陸上など世界の舞台を知る選手。今、号砲が鳴りました。風の滑りつく、風の少し厳しい。ロングスタートをしています、アブラハム。なんとかそのままついていく。大学少し厳しいか、レゴがやっているんです。これが世界の走りの中での大きなロングスタート。アブラハムの最も強い力はそんなに高い。ラストでいい感じです。アブラハム選手、はい。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、我々本日のスペシャルゲスト、アブラハム・グエムさんの活躍の場面を皆さんにご覧いただきました。なんか余裕で走ってるみたいですごいですね。では登場してもらいましょうか。We're very proud to have as our special guest today, Abraham Guem. Come on up. Are you there? Please turn on your mic and camera and join us. Hi, there he is, Abraham. Hello. Hi, thanks for joining us. Thank you.
So we just watched a little bit of you running style, and when you go and take off, you were like last behind the other runners, and you looked like you were just taking it easy, going on a stroll, and then by that finish, you were like way ahead of everybody. 1,500 meters. Is that the distance you're most comfortable with? Yeah, sure, that's it. That's why right. do you like that? Why do you like that distance, 1,500 meters? Yeah, actually, at the time I started running, I tried many other events and almost ran every race at the start. And later on, I discovered it's the race where I feel more comfortable to run. I see. まずアブラハムさんになんで1500メートルって聞いたんですけど、その陸上を始めた時期はいろんな距離とかいろんな陸上のを走ったんですよね。で、そのうちだんだん1500メートルが自分に一番合ってる距離と分かって1500メートルにしてるっていうことなんですよね。That's a good place to ask you now. How did you start with track and running? Yeah, thank you for that nice question. Actually, it started on, in 2013, the first year I entered high school. We had an interclass competition for the school. And I decided that I want to represent my class. Some supported the idea, some didn't believe I can run. And then when time came for the games, I did almost all events. And that was how I started. And in some events, I was not so good, especially the sprints. Then at the end, I decided to focus on 1,500 and 5,000 meters. And I did that for the class. And I was picked to be in the school team. Then I couldn't do much in that year, but I was just like one of the low-level athletes in my first year. But one of the coaches, he's a Ugandan. He has been to Germany and he's a very good coach. He was once an athlete. He called me at the end of the day and told me, do you know that you can become one of the best athletes in this city? That was Arua city in Uganda. Then I told him, sure, but I told him, sure, I would like to be, but how can I be? He told me to quit the other high school and join his high school, and he would become my personal coach. And I shifted. Okay, let me do that so far. Let me do that so far so everybody can understand. まず陸上を始めたきっかけを聞いてるんですけど、いいこと聞いてくれてありがとうって言ってくれました。で、2013年に高校1年の時に、いわゆるその学校内、ハイスクール内のインターコンペティションみたいな感じで、なんとなく自分は走れるっていうことを信じてて、全競技に参加したんですよね。で、やっぱりスプリント、100メーターとかは苦手で、1500とか5000メートルが一番自分に合ってる距離だったということなんですよね。で、その1年目は大したことできなかったんですけど、そのうちウガンダのコーチに目つけられて、呼ばれて、あんた僕のところに来たらチャンピオンになれるよって言われて、そのウガンダの高校の方に移って、そのコーチの下に学んだみたいなんですよね。で、そのウガンダのコーチはもう結構有名なコーチで、ヨーロッパとかいろんな選手権とかチャンピオンを生み出してるコーチなんですよね。So that's how you got started, and yeah, this is a good place to ask you. What's it like right now in the world of sports in South Sudan? We saw the short film where they're finally maybe supporting wheelchair basketball. For you, track and field, how much support is there? What's the situation in South Sudan for sports and athletes? Yeah, really, this is a very good question. And
At the moment, actually from the time I went to start my running in South Sudan around 2016 up to now, I have seen a lot of challenges that sports departments in South Sudan are facing in all aspects that are needed to develop sports in the country. Because since I went to South Sudan in 2016 up to now, I have not seen like a good training environment completely. But the people who are involved in sports are very strong. As seen from some of our brothers doing for other countries, they are really shining. And this explains that South Sudan has capable people in sports, but challenges are holding us behind. One of the biggest challenges that we're facing is lack of facilities. Athletes don't have all the necessary facilities that they need because most of the athletes, they come from poor backgrounds and they can't afford to buy themselves even shoes or running wear and other things. Even food itself, like an athlete, you need to eat properly every day. You have to get a well-balanced nutrition. It's still a problem to most athletes. And the challenge of our facilities also includes the training grounds and all that. We have only one ground, which is Blue Ground. JICA knows that ground very well. And actually it is JICA that improved the standard of the ground. Before, it used to be a very bushy place. In 2016, which was my first time to participate there, it was really a difficult situation and there was no ground completely. And they had to clear JICA and it wasn't all that clean at that time. And even up to now, it's still very rough. Most athletes who run barefooted, sometimes you see them bleeding, but they don't give up because they need to do, they keep running. I've seen in competitions, men run without shoes and they face that challenge. Wow. Yeah. That's really, really amazing. で、今、南スーダンのスポーツ事情をに対して聞いてるんですけど、とにかく設備がないんですよね。で、2016年にいわゆる陸上を本格的に始めて、今でも非常にたくさんのチャレンジがサウスダンにが面してるんですよね。すべてのことに対しては開発とかいろいろお金でもっとよくしなきゃダメっていうことなんですよね。というのは例えばトレーニング場がないんですよ。でさっき言ってたのはトレーニング走るトラックでももう本当にボロボロで草が生えてたりで実は JICA さんがその事情を知ってちょっとそこをもうちょっときれいにして走りやすいトラックにしてくれたみたいなんですよね。ですからそのスポーツに対しての才能ある南スーダンの人間はたくさんいるんだけどいわゆるトレーニングするその競技に対して学ぶチャンスとか施設がないんですよ。でさらに結構もう貧しいアスリートも多いので結構靴のないアスリートが走ってるのを何回も見てもう足から血が流れてるとかそれぐらいもう本当にでもちろん食べ物やっぱりスポーツ選手はね食事が非常に重要で大切なことなのでまともな食事も取れないアスリートも多いということででも先ほど言った通り JICA みたいな組織が入ってくれてもっともっと良くしてくれたっていうこともやっぱり大きい励みになったみたいなんですよね。いやー本当にこういうのをもう実際に聞いてちょっとすごいですよね。Let me ask you, Emmanuel, we have a question. For your country, South Sudan, what are you thinking or what would you like to do to take back or when you go back to South Sudan to help improve the sports situation in South Sudan? What would you like to do? Do you have any ideas that you want to take back with you?
Thank you. This is a good question, but it's very tricky at the same time. But what we want to borrow from Japan, for example, as Abraham has said, we don't have sport facilities at all. You find that there is supposed to be in each area a sports facility, but because of the land grabbing in my country, you find that something that is supposed to be for sport has been taken by someone and been used for accommodation or something else instead of supporting the sport. What I can borrow from here, I think, are good policies that are towards sport, because we really need sport to encourage the young generation. Then the question is why? How can we eradicate the child soldiers when we don't have sport? Because the mind of a child wants to practice the skills, but because there's no avenue for that for him to practice, or there's no sport fields, you find him going to carry guns instead of kicking ball or start running, because he has not been provided by those facilities. So one thing that we can be able to borrow from Japan, policies that can be able to change the government, reforms in the government that will look into sport by creating sports in South Sudan and encouraging sports in South Sudan. Because right now, there's not much support that is coming from our government towards sport. There are so many people who wants to be like Abraham. There are so many people who wants to be like Matat. We don't have those support from our leaders. That's a really good point. Thank you very much. で、マネさん言ってるのは、まず日本からスーダンに、持って帰るというものですかね。いわゆる今、本当にそれこそ、グエムさんが言ってた、アブラハムさんが言ってたのは、施設がないんですよ、スポーツ施設が、グラウンドが。ですから、まずそういうのを増やさないと、例えば若者、子どもたちは、スポーツがないので、教えてくれるコーチとか、施設がないので、今はね、怖いのは、子どもたちがいわゆる軍に入っちゃったり、いわゆる紛争に巻き込まれて、銃を持つようになったり、ですからサッカーボールを蹴ってるんじゃなくて銃を持って本当に戦ってるっていうか兵士になってるんですよね。それは非常に悲しいことで、やっぱり政府のサポートがないんですよ、スポーツに対して。ですから政府もいろいろ改善したりいろいろ法律を変えたりしてもっともちろんエデュケーション、学校、あとスポーツに対してのサポートをもっともっとしなきゃダメっていうことなんですよね。Abraham, let me ask you now. So sports is very powerful, and you actually ran in the Olympics. What did you feel when you participated in the Olympics? Did you feel like you got more power now and you want to do something for your country? What was that whole feeling like of participating in the Olympics? Well, this is also another good question. First of all, Olympics are games that bring the world together. They are games of love and games of unity. So my country being represented was my biggest pleasure. It was my biggest pleasure seeing my country flag being raised among other world flags. So including my country in world peaceful events is one of the biggest thing or one of the biggest achievement that I have made as an athlete, and which I am really happy about, because my country is one of the countries that are still not all that peaceful, and all we need most is peace at the moment. And being represented in world events which are all about peace is one of the biggest things that we always love. And I personally, being the one representing, was also a big pleasure, though not the biggest, because my biggest
point of happiness was my country being in. And then being in through me personally made it also a great pleasure to me as an individual. So I felt it was good, and I really feel my country is not behind and it's part of the world, because when we competed also, there were, I think, almost about 49 athletes. Wow. And my performance was not so bad, because if I consider all the results at the Olympics, I think my ranking in the results out of all those athletes was around 24th. Wow. And being from the youngest country and in the middle of all the participants in terms of the time ranking, I think it was a great pleasure, and it shows the world that we are not the least, but we are coming. That's an excellent achievement. Excellent achievement. That's amazing. アブラハムさんにオリンピックに参加したことについてちょっといろいろお話を聞いたんですが、まずこのオリンピックっていうのはオリンピックゲームズって言うんですけど、それは愛のため、結束のためのいわゆるチャンピオンシップでゲームズで南スーダンを代表するだけで非常にもう誇りに思ったし嬉しかったんですよね。で、南スーダンの旗が世界中の旗の中にあったことも非常にもう誇りと思ってまして、で、我々南スーダンはこの世界の一部なんだ、この世界の一つなんだっていうこともそれを表せたっていうことなんですよね。で、南スーダンは今はそんなに平和な国、平和な場所じゃないんですけど、我々オリンピックに参加して、我々も平和を欲しい、平和に対して頑張ってる、向かってるっていう、訴えでもあるっていうことなんですよね。で、アブラハムさんは自分の、いわゆる成績より、やっぱり南スーダンから代表の選手は約49名いたんですよね。で、アブラハムさんの総合のランキングは24位という素晴らしいランキングだったので、アブラハムさんは本当にね、国のために活躍した、平和のために、愛のために活躍したということになると思います。Abraham, please, right now are you in Yamanashi? Where are you? And you're training right now, right? Yeah, currently I am in Tokyo, in Setagaya, right. But mostly I have my camping in Nagano Prefecture at Yunomaru. 今アブラハムさんは世田谷の方にいるんですけど、長野の方でトレーニングの場所を設けておりますので、I want to see you making some record time at the Paris Olympics, buddy. Actually, it's one of the biggest things I am working on now. Excellent. で、今はもうパリオリンピックに向けてもう必死にもうトレーニングをしているみたいなので、いや、もっともっとオリンピックの話、本当に聞きたいんですけど、そろそろもう時間になってしまいました。Thank you all so very much. We're going to have to talk to Short Shorts and JICA to make this longer, because I just want to talk to you guys more and more. But thank you all so much for participating. そしてここでゴランさんとロバートさんまた登場していただき、カメラのマイクをオンにしていただきたいと思います。So, Goran and Robert, can you turn your mics on and your camera on, please? Oh, there you are. So we'll start with Robert, since you're here. Give us your thoughts about this event, about this online event that we just finished. What do you think about it? Did you have a good time? Thank you very much. Actually, it's a very good time. It's a very nice event. And I'm sure JICA is going to continue with such kind of events in the future. And it is actually kind of a learning. So I've learned a lot from these events, and I really want to thank you. And you continue with these events, explore more countries in Africa, and you will find a lot of things that are really hidden. And
yeah, so thank you very much. Robert, thank you so much. ロバートさんはもう本当にこのイベントに参加できて嬉しい。ありがとうございます。で、ロバートさん自身もいろいろ学んだし、JICA さんにぜひぜひ、こういうイベントを続けて、アフリカの違う国の文化とかいろいろこういうふうに紹介して皆さんに分かってもらいたい、知ってもらいたい、学んでもらいたいということを言ってくれました。Robert, thank you very much. Stay with us. Don't go away. Emmanuel, are you there? Yes, sir. Oh, there you are. Emmanuel, please give us a final word about this event and your participation. Thank you very much. Go ahead. Thank you, DJ John. It's a pleasure, and actually, it's very interesting that this event is putting light to a country that looks dark and bringing it to light so that people can be able to know what is going on in South Sudan in terms of sport and in terms of support that South Sudan needs in the field of sport. I really enjoyed the program, and the program is so inspiring. I wish that there are so many South Sudanese who will look into this program and be able to take one or two and help the community back home. My message to Abraham is that you have a huge responsibility on your shoulders. You have the flag of South Sudan and you have the 64 nations that you are representing. And I wish you all the best, and may the flag of South Sudan rise high in every run that you will be taking. Thank you very much. Wow, thank you. But Emmanuel, you shouldn't put so much pressure on Abraham, but I think he can do it, no problem. He can do it. Yes, he can. Yes, he can. Yes. イマニュエルさんも本当にもう参加できて嬉しかった。本当にインスパイアされました。で、一番大切なのは、その南スーダンが抱えているいろいろ、内戦、紛争、貧困、それに対して、ちょっとスポットライトを当ててくれた。で、やっぱりその知識、何かを見て、学んで、勉強して、その知識が非常に大切なことなので、皆さんにこういうふうにぜひぜひもっともっとアフリカのいろんな国のことも知ってもらいたいし、で、今根さんね、アブラハムさんのメッセージで、これからもうあんたのことみんな期待してるんだから、南スーダンの64の民族の皆さんがもう期待しているので、南スーダンの旗を高いところに上げてくださいっていう最後の一言がありました。素晴らしい。Thank you all so very, very much. It was very important for us to learn about South Sudan and talk to you who are from South Sudan. And JICA, I believe, is doing such an important work and support for your country and other countries in Africa as well. So we will absolutely want to continue this, and we want you to wish you the best of luck. Enjoy your stay in Japan, and we will support you the best we can. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much. はい、じゃあここで皆さんもう一度、全員でマイクオン、そして、カメラオンにしてください。お別れしたいと思います。で、皆さんぜひ YouTube の概要欄にアンケートフォームをご用意しておりますので、アンケートのご協力も、ぜひお願いします。どしどしアンケートをお願いしますね。よろしくお願いします。はい、皆さんカメラオン、マイクオンにしてください。お別れしましょう。If I can get everybody on the screen, is anybody there? 西野入さん。内村さん、はい。カメラもオンにしてください。ではお別れの時間です。Thank you everybody for participating. Let's say goodbye. Thank you guys. Goodbye. Bye. Bye. Abraham, get a medal. Inshallah. Inshallah. Bye bye. 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 Hope to see you guys here soon. See you again. ありがとうございました。